こんにちは、こんばんは。ようこそタットチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は前回のドナドナについてお話しします。では最後までごゆっくりどうぞ。はい、新東名新清水インター乗り口なんですけれども、またヒート系のトラブルが発生しました。今回どうもまだ拭いてはいないんですけど、ファンを一旦強制的に回したりいろいろ試してはみたんですが、このクーラントの水がエンジンの方に回っていかない状況になっているようなので、多分この奥のサーモスタットが固着しちゃっているのか、エア紙をしているのか、どちらかというところだと思われます。なので今からちょっとまた JAF さんを呼んでなんとか帰還したいと思ってます。キャンプからのサウナへ行こうとした道中、水温計が爆上がり、オーバーヒートの懸念があり、ロードサービスで愛知まで行く羽目になりました。そもそもオーバーヒートって何って話ですが、エンジンが過熱しすぎて不調をきたすことなんですが、今時の車は水冷エンジンがほとんどで、ラジエーター内にある冷却水を循環させてエンジンを冷ましています。冷却水と呼ばれる専用の液体で冷やす仕組みになっています。エンジンの熱で温められた冷却水はラジエーターや冷却ファン、ウォーターポンプなどの働きで冷やされ、再びエンジン内部へと循環していきます。何らかのトラブルでラジエーターやホースから冷却水が漏れているとエンジンを冷やせなくなってしまいます。オーバーヒートは原因が複数考えられますので、原因特定が大変です。冷却水やエンジンオイルの漏れ、ラジエーターホースの漏れ、サーモスタットの故障、ウォーターポンプの故障、ラジエーターファンの故障、ラジエーターの故障、エンジンオイルの不足などなどです。実は今回は厳密にはオーバーヒートではなく、その一歩手前で気づき、ロードサービスで主治医のところに運びました。まず水温計が120度付近で安定、電動ファンは回らず、ファンを直径すると回ります。オーバーヒート時の特有の甘ったるい匂いはなし、ラジエータータンクにオイルの混じりも確認できず、ヘッドガスケットの抜けではなさそうです。あれがラジエータータンクなんですけど、通常はLLC の色になってるんですが、あれが白く濁ったり、油が浮いてきたりしてるとヘッドガスケットの抜けが濃厚になってきます。今回はそういった事案はありませんでした。はい、ちなみにセブンのサーモスタットの位置はですね、このブルーの見えますかね、このブルーの配管の奥というとんでもなくやりづらいところについてます。通常ね、ラジエーターの上とかについてたりするんですけど、なんでこんなめんどくさい位置につけたのかは謎です。はい、ここに電動ファンのスイッチがあるんですが、前回ここの不良で丸ごとごそっと交換はしました。で、今回も一瞬ここの不良を考えて、ここに端子があるんですけども、これをちょっと返さずに、こういう形で平端子2本をここ直結することによって、ここのスイッチを使わない形で強制的にファンを回すことができるので、そういった形で今回は対処はしました。しかし今回の問題はここではございませんでした。ホース類の循環は見られない。安定はしていますが、道路上で水は吹くのは危険と判断してロードサービスを頼むことにしました。
サウナ敷地を諦め主治医ナイツブリッジさんへ。閉店間際でしたが快く受け入れてくれました。まずはサーモスタットを交換。冷却水を入れエンジンをかけエア抜きを行います。安定はしていますが水温計は120度のまま。ファンは回りません。そこで非接触型の温度計でラジエーターを測ると70度、ホース類の温度も同じぐらいなんですよ。そこで水温計センサー周りを測ると120度付近を指します。センサー交換したかったのですが在庫がなく中古品しかないってことなので、まずはセンサー周りを断熱材でバンテージ。水温計はかなり下がりました。とりあえずこれで経過観察となりました。サーモスタットは後日の調査で壊れていたことが判明しました。あのまま乗って帰らなかったのはいい判断でした。いくらファンが回っていてもサーモスタットが機能せず、水の循環が行われない状態では水温は下がらなかったでしょう。これまでもいろいろな車に乗ってきましたが、車っていろいろな原因が絡み合って故障するんですよね。特に顕著だったのはアメ車に乗っていた時で、壊れた部品を交換するとその周りの部品が壊れるっていう。今までギリギリのラインで保たれていたのが一部が元気になることによって他の部品が壊れる。現代の車のようにテスターかけて修理箇所を特定なんて旧車にはできないのが当たり前。考えられる箇所を潰していくしかないんですよね。もちろん素人とは違いプロショップはいろいろなノウハウがあり、原因特定までの時間短縮が早いとは思います。しかしその車のちょっとした変化はオーナーが気づくしかないんですよね。エンジンをつけないとかイオンがするとか、3連チャンでオーバーヒート系の不調でメンタル的には辛かったのですが、こういったトラブルを経験して自分の車になっていくのが車との楽しい付き合い方だと考えています。あとは主治医との信頼関係が大切になりますよね。以前アメ車でお世話になってたショップや先輩方に、自分でできることは自分で何とかするようにといつもおっしゃってくださってました。こことここをばらしてこう対処しなさいとか、おかげで素人の私がキャブのオーバーホールや足回り交換などの軽作業の知識を得ることができました。エアサスのホースが破れ道端で着地してしまい亀になったこともあります。国産車でも強化クラッチにクラッチレバーが与えられず降りてしまったり、ブーストかけすぎてホースが破裂したりと、その都度主治医に電話しながら応急処置して復旧といろいろありました。それでもわからないところや難しいところは素直にショップに頼めばいいんです。いい人たちに恵まれて余計に抜け出せない病気にかかってしまった感がありますが、セブンを含め古い車に乗ることには不安を感じるのは当然だと思います。車の知識なんてないのは当たり前で、こういった車に乗ることによっていろいろ経験を積んで知識となり自分の車になっていくんですよね。購入前に良いショップ探しはもちろん、同じ車に乗っているコミュニティに参加するなどしてぜひ好きな車に乗ってください。不安以上に楽しいことが待っているかもです。私もまだセブンに乗って暇は浅いので、これからもいろいろあるでしょう。それを楽しめるといいなぁと思ってます。タットチャンネルは車バカな私が大好きな車に乗って西へ東へと走り回っています。ツーリングスポット、カーイベント、キャンプ場情報を毎週金曜日に配信してます。車好き、キャンプ好き、週末どこに行こうと悩んでいる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンもポチッとお願いいたします。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。